なんですけれども、手裏剣のコントロールについてちょっと考えて遊んでみようかなと思います。というのが、私自身手裏剣を打っていて、やはり大事にしたいことの一つに威力や飛距離、こういったものもあるんですけれども、もう一つ精度、これが非常に大事だと思ってます。何度か棒手裏剣が武器かどうか、そんな話もしてますけれども、もし仮にこの小さくて軽い鉄の棒を武器にした場合、正確に狙えた方がいいですよね。どことは言えないですけれども、つまり正確に狙えることっていうのは、手裏剣を武器と捉えるとしたら大事なこと、かつ例えば今この平和な時代でこの手裏剣を稽古して、目的の一つに私の場合は大会があります。大会はどういったものかというと、的に対して点数を競う、つまりいかに狙い通りに打てるか、それが大事になってきます。ですのでこの手裏剣の精度についてちょっと考えてみようと思います。私も含めてこの手裏剣のコントロールっていうものはやはり非常に難しいと感じる方が多いと思います。特にこの直打法のコントロールの難しさですね。このコントロールを良くするためにどうするか、真っ先に思いつくのは、まっすぐに手裏剣を打つために手をまっすぐに動かせばいい。正中線を上げて下ろす、任意のところで離す、この作業だけに徹すればいい、そう考える方が多いと思います。もちろん最初はそれで正解です。ただし大会に出ようと思った時にほんの少しのブレも出したくないなと思う時があります。そして何よりも距離、近い距離でしたらまっすぐにまっすぐに、これを意識することで非常にこの精度は良くなります。手裏剣同士がぶつかるぐらいには良くなります。ただしこれを遠い距離でできるかというか、遠い距離でやりたいんですよね。我々はその大会に出たいと思った人はみんな同じだと思います。これを遠い距離でもまっすぐにまっすぐにまっすぐに、それで精度を上げてくる方が多いと思います。でも例えば私が最近よく例に出しているナイフ投げ、完全に斜めで手を動かす人がいます。斜め、これ私今斜めに手を動かしてます。斜めに動かしていますが、精度としてはご覧の通りです。これが斜めだけじゃなくて、例えばサイドスローでも同じことです。つまり正中線にとって手を上げて下ろす、これは基本だと私は思ってます。ですがそれがコントロールを決める要因にはならない。じゃあコントロールが悪くなるのはどこか、それをここしばらくずっと考えているんですけれども、今ちょうどいいのが出ましたね。これ多分ね、手裏剣やってる人だと分かると思うんですけれども、
私は多分9本のうち1本か2本はこういう「あ」っていうのが出やすい。狙いはここでも1本、もしくは2本、そういうものが出てしまう。これが何で出るのか。ちょっとね、いつも先に答え言っちゃうんで、今日はちょっと後半の方で答えようかなと思ってたんですけれども、手裏剣のこの直打法という打ち方、手の中を手裏剣がすり抜けていく。この打ち方をしてなるべく体としては同じようなところを狙い、同じような動きを再現しているにもかかわらず、今ちょうどこのようにブレが出てきてしまう。このブレが何で生じるのかなと。あんまりね、引っ張ってもしょうがないんで、私の考えを。私の場合なんですけれども、コントロールが悪くなる要因、これが手の動かし方とか、もしくは手の振り方、向き、こういったものではなく、ここにあると思ってます。手の内、手裏剣の持ち方ですね。この手のひらを手裏剣がすり抜けていく。この時なんですけれども、例えばこう中指と薬指と人差し指で手裏剣を軽く挟んで滑走路を作る方、もしくは中指と人差し指の間に手裏剣を倒して、この人差し指中指の間を手裏剣がすり抜けていくという方、それぞれいると思うんですが、共通しているのは3本の指もしくは2本の指で手裏剣を押さえる、このくぼ地を手裏剣がすり抜けていく。3本の指のくぼみか2本の指のくぼみか、このくぼみをすり抜けていくんですよね。いわば手裏剣の滑走路です。もし滑走路に大きい石があったらどうなるか、そういうことなんですよね。つまり他の指もしくは抜けていく経路のどこかで指同士が邪魔をしてしまう。だからコントロールが悪くなる、そう思ってます。ですのでコントロールで悩んでいる方、体や腕よりも持ち方、これを少し見直してみてください。そうすると劇的に良くなる可能性があります。ほんのわずかなんです。ほんのわずかなんですが、手裏剣を押さえようとして、例えば人差し指が強く手裏剣の側面に当たってしまっている。もしくはこの3本指の滑走路を作った場合でもいいんです。ほんのわずかどちらかの指が手裏剣の側面を強くこすっている。それだけでコントロールというのが大きく違ってきます。手元でほんのわずかずれたもの、それが2件3件、それぐらいの距離を飛ぶ間に非常に大きな差となってきます。コントロールに悩む方、持ち方、手の内をもう一度、しかもこれが持ち方を変えろと言ってるんではないんです。ほんのわずか手裏剣の側面を反っているところをおそらく数ミリ、ほんの数ミリ、
当たっているところを当てないだけでコントロールは全く変わってきます。今日は手裏剣のコントロールについて考えて遊んでみました。で、私はナイフなども投げてみました。海外のスローイングナイフをやり方はコントロールもすごくいいです。正直手裏剣の熟練の方よりもうまいんじゃないかなって思うようなコントロールの方が何人もいます。その違いっていうのをずっと考えていました。で、最後まで見ていただいた方になんですけれども、ナイフ、大型のナイフを投げる方と手裏剣を投げる人の違い、体の使い方もあるんですけれども、何よりもやはりあのコントロールの差は、手裏剣が軽くて小さいがために簡単に持ててしまう。もっと言ってしまえば指で持ててしまうんですね。手裏剣って軽いから、指で持ってしまうから指先で投げてしまう。なのでああいったミスが起こるんじゃないかなと。要は9本10本と打った時に1本や2本あっと思うような、極端に上に飛んでしまったり下に落ちてしまったり、狙いを大きく外すような1本2本、ああいうのが結局は指で持って軽く投げてしまうから出てくることなんじゃないかなと考えてます。ナイフなんかね、重いからしっかり持たないといけない。ですが軽いがために指先で持ってしまう、指で持ってしまうから、他の指のほんのわずかな干渉が2件3件先で大きな差となって手裏剣のブレが出てくるんじゃないかなと私は思ってます。なのでぜひちょっとコントロール最近定まらないとか悩んでる方がいたら、持ち方、これをもう一度見直していただくと劇的な改善が見られる可能性があります。少なくとも私もこの持ち方を考えてだいぶコントロールが良くなってきたように感じることがあります。ぜひ試してみてください。このように何か気になるようなことがありましたら、コメント欄などに書き込んでいただければ対応させていただきますのでよろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。